皆さんこんにちは。金つばたざんぼです。今日は私が普段山に持って行っている救急バッグの中身を紹介したいと思います。以前にもね救急バッグの中身紹介しているんですけど、ちょっとね声が小さくて聞き取りにくいところが多かったですので、前回と内容は被るところはあるんですけども、もう一度、今回紹介しようかなと思っています。そしたら早速始めていこうかと思います。まずねこの救急バッグ、この入れ物ですけど、私は今ねこういうベストバッグタイプのものに、落ち着いています。以前はね食品用のこういうタッパーですとか、肩にかけるタイプの、こういう、バッグとか、使っていたこともあったんですけども、怪我をした人のところにね駆けつけるのに、どうしてもこの両手が空いていないと急な斜面の上り下りですとか、ロープを使って加工する際に手が塞がっているっていうのがね非常に都合が悪かったものでして、今はねこういうものに、落ち着いています。こういう肩にかけるこういうバッグでもいいんじゃないかって思われる方もおられると思いますけども、肩掛けのものはねやっぱりねこう急なところを上り下りしていると最初はいいんですけど、気づくとねバッグが前に来てしまって、どうしてもね足元が見えにくいっていうことがありましたので、やっぱりこういうタイプがいいかなと思っています。あとねこういう赤いバッグで、こういったマークが、入っていると、これはね私が自分で作ってモンベルのバッグに身につけてるんですけども、こういう風にしてると誰が見てもこれ救急バッグだねっていうのが一目でわかるので、万が一ね自分が倒れて誰かに、処置してもらうような場合ね、たまたま通りかかったような人にね場合に、この人救急バッグ持ってるのかなって探す時にこれじゃないかってすぐ分かる。やっぱりねこれもねやっぱり大事じゃないかなと思って、こういうようなバッグにしています。で、私はね普段こう一人で山に入ることが多いんです。写真撮影をしますので、撮影機材を背負って一人で山に入ることが多いんですけど、何かあってもね、張って、山を降りてやるっていうぐらいの意気込みでね用意してますので、結構いろいろなものを入れています。でこのバッグね横幅が、20数センチ、高さが10センチちょっと、奥行きが10センチぐらいあって、1.3 キロぐらいあります、重さがね。で割とこれ大きいかなと思います。大きくてちょっと重たいかなと思いますので、普段日帰りのハイキングなんかで、例えば20リットル前後の、デイパックにこれを入れるとかなり邪魔になりますので、そういう方はね中身をもっと厳選する必要があると思います。こういう厳選する動画もねまた今後作っていきたいと思っていますけども、で私はね普段先ほども触れましたけども撮影機材がありますので、日帰りでも40リットルぐらいの背負ってますので、それにこれを入れるっていうのはそんなに大きすぎて困るっていうことでもないですので、私はこの大きさのものに今落ち着いています。では、早速、中身、紹介していきます。はい、それではね、救急バッグの中身をちょっとちょっとと言いますか全部、出してみました。こうしてみるとね、いろんなものを入れてますけども、ではね、順を追って、紹介していこうかと思います。まず救急セットをね他人のためにもと思って用意されている方は、こういうねニトリル製の手袋、これが、必須になります。他人のね、血液ですとか、体液は
汚れたもの、危険なものとして、扱う必要がありますので、自分を守るために、こういうね、手にフィットする、手袋が、必要になります。こういうねマスクもあればいいですね。そしてこれは普通のバンドエイドです。普通のバンドエイドですね。もう100均でもどこでも売ってるようなバンドエイド。そしてこっちが、ハイドロコロイドと呼ばれる傷を、潤いで傷を乾燥させることなく、治していくという、ハイドロコロイドと呼ばれる、バンドエイドです。これ私が入れている中で一番大きなものなんですけども、8センチ8センチぐらいあります。一番小さなものはこの中では2センチ2センチぐらいのものも入れています。ハイドロコロイドのこのバンドエイドを、貼るときにはまずね、傷口をもう可能な限りきれいにする必要があります。日常ですとね、割と簡単にきれいにすることができるかもしれませんけど、山ではなかなかきれいにすることが難しいかもしれませんね。でもそうは言ってもね、きれいにしたいですので、私はこういうね、未開封の水を、一緒に持っていきます。必要であればね、飲んでもいいですしね。でこれをね、このままキャップ開けて洗いますと、もうドボドボ出てしまってすぐに水がなくなってしまいますんで、中央にね、穴を開けたペットボトルの蓋を用意しています。ここ穴が見えますかね。でこれをキャップを付け替えて、勢いよくシャーってこういう風に出しながら、傷を洗浄すると、あんまり無駄にならずにね、傷を洗うことができます。でこのハイドロコロイドシリーズのこのバンドエイドですけど、2、3日、貼りっぱなしでも大丈夫ですみたいなことがパッケージに書いてあると思うんですけど、私はね、山では毎日張り替えるようにしています。その張り替えながらね、傷の状態を見てね、毎日張り替えています。その方がいいんじゃないかなと思います。でこれより大きな範囲の擦り傷とかした場合にはどうするのっていう場合ですけど、どうするのっていうことですけど、そういう時にはね、こういう10センチ10センチのガーゼを、何枚か、入れています。このガーゼは通常のガーゼとは違いまして、吸収性が高くて傷にくっつきにくい素材でできていますので、擦り傷っていうのもね、どうしてもその傷の表面から浸出液っていうものが出るんですけども、それを効率よくね吸い取ってくれる、ガーゼです。これを当てた上で、テープで留めたりねします。で浸出液が多い場合はその上からガーゼを当ててもいいですしね。これ普通のガーゼですけど、普通のガーゼは、傷に直接当てることはありません。想像してもらったら分かると思うんですけど、ガーゼを当ててそのガーゼが乾燥しますと、傷と何て言うんですかね、かさぶたが一緒になってこう何て言うの、傷にくっついて、もうガーゼを剥がすのが痛いですよね。痛いですし、そんなガーゼ剥がしたら剥がすことによってまた傷ができますよね。ですので結局こういうガーゼは直接傷には、貼らないということが前提だと私は思っています。女性の皆さんすいません。男の私がこんなものを持っていて本当にすいません。これは女性の生理用ナプキンです。ご存知の通り、生理用ナプキンすごい吸収性が高いですので、ガーゼの代わりに、
余分な浸出液を、吸い取ったりするために、一応入れています。必要な方がおられたらね、あげてもいいですけど、入れています。本当にすいません。それで、ワセリンも入れています。ワセリンってね、すごい多用途で、便利なので入れてるんですけども、ワセリンは体温36度、37度ぐらいで溶け出しますかね。割と今ちょっと固まってますけど、そのぐらいで、多分結構柔らかくなりますし、高温の車内なんかに入れておくと、もしかしたら容器から漏れ出すかもしれませんけど、ワセリンすごい便利なんですよ。さっきのこういうガーゼを当てるときにワセリンを塗っておいてもいいですし、例えば、熱くなったシングルバーナーにこう触れてしまって、やけどをしてしまったっていうような場合でも、ワセリンをしっかり塗って、その上からこういう指サックがあるんですけど、これ100均でも売ってます。やけどしました、ワセリンしっかり塗りました、そしてこの指サックをします。多分もうこの状態でやけど特有のヒリヒリ感は、なくなると思います。でもこのまま指の保護になりますので、このままやけどが収まるまで、この状態、もちろん何度か洗ったりしますよ。洗ってワセリン塗ってまたこれをします。繰り返しで治っていくと思います。からアルコールの、これもなんか入れてました、アルコールの、タオルですね。それからこれは普通のウェットタオルですね。ウェットティッシュですね。傷の周り拭いたりね、血液がついたら拭いたりね、するために入れてます。ピンセット、普通のピンセットです。それでこれはトゲ抜き専用のピンセットです。こういう形のピンセット、工業用でもあるんですけども、これはね、医療用のトゲ抜きです。医療用と工業用の違いは何かっていうと、形は似てるんですけど、この先端ね、医療用っていうのはね、こういうことしても痛くないんです。工業用はね、多分こういうことするとね、痛ってなってね、怪我するかもしれませんけど、医療用は多少痛いですけど、怪我をするほどのことはないです。なのでこういう医療用のトゲ抜きを入れています。このトゲ抜きと、それからこの拡大鏡ですね、これとヘッドランプの明かりがあれば、取れないトゲはないんじゃないかなと思っています。以前ね、すごい小さいトゲが取れなくて苦労したことがあったので、こういうものを新たに加えました。体温計ですね。それから、こういうのなんていうんですかね、マルチツールとかっていうんですかね。私はこの中で欠かせないものが2つありまして、1つは、ノコギリ、もう1つは、ハサミです。動画の最初でも触れましたけども、何があっても山を降りてやるぞっていうぐらいの意気込みですので、必要であればね、このノコギリで、骨折とかの、添え木ですとか松葉杖ぐらいは作ってやるぞっていうぐらいの意気込みですので、これを入れています。これね、すごいよく切れて、結構太い枝もね、簡単に切ることができます。でこのハサミは、料理の時にもすごい役立ちますけど、この刃がね、薄いと言いますか、見えますかね。刃が薄くて、このね、皮膚などをこうちょっと切りたい時、ほんのちょっと皮膚切りたい時に、
すごいこれ切りやすくてね、便利です。ですのでハサミとノコは私の中では欠かせません。あとのこういったナイフとかはね、皆さんのその目的に応じて必要なものがついているものをね用意されたらいいと思います。いるかどうかわからないですけど、ネット包帯も入っています。それから、大型のハサミですね。先がこういう風になっていて、傷つきにくいような、仕様になっています。ここから18センチぐらいあると思います。結構大型なものを入れています。ジーンズとかね、必要によっては登山靴とかね、もう何でも切ることができるように大型なものを入れています。マダニ対策で、マダニを取るためのスクレーパーっていうんですかね、器具を入れています。人工呼吸に対応するための、口を直接接触させることがない、器具です。それからこれはね、強力な止血作用があるものです。おそらくこれを使えばほとんどの出血は、止めることができると思います。こういうのを使わなくてもね、圧迫止血法等でね、ほとんどの出血は止めることができると思います。それから包帯ですね、伸縮性のある、包帯です。これ75ミリぐらい幅があると思うんですけど、これより細い、例えばこういうね50ミリぐらいの包帯ですと、固定力がほとんどないような感じを受けますので、私はこういう75ミリのものを入れています。もっと100ミリぐらいあってもいいかなと思ってますけど、多分こういう細い包帯ではね、ほとんど役に立たないと思います。あとテーピングね。それから普通の、テープ類。こういうなんか肌の色をしたテープですね。傷が治りかけた時とか、遮光するためにも、とっても役立ちます。遮光っていうのは傷が治ったところが、色素沈着を起こしますので、起こしやすいですので、肌を守るために貼っています。女性の方ならね、日焼け止めを塗ってもいいと思います。それからサムスプリントですね。単にスプリントって言ったりすることもありますけども、これは骨折の時に対応するための、固定具ですね。こういう板状のものなんですけども、この状態だとこんなペラペラなものなんですけど、これ自由にね折り曲げることができますんで、一番簡単な方法としてはこういうねハーフパイプを半分に切ったような形状にこう折り曲げていくんですけど、こういう腕とかですね、こういう骨折なんかの場合ですけど、こうやってすることによってすごいこれ丈夫になるんです。中にこれアルミが入っていますので自由に曲げることができますし、切ってね、使うこともできます。ただこれはね、本当事前の練習がとっても大事です。これを買って持っていったからといって練習しなかったら、多分ほとんどの人はこれをね使うことができないと思いますので、これはね事前の練習が欠かせません。それから救急用品の代表格、三角巾、綿棒と、使い捨てのスプーン。綿棒はですね、こういう軟膏ですね、こういったものを私は直接指で触らないようにしています。こういう綿棒とかで取ったり、たくさんいる時にはこういうスプーンに出して使うようにしています。指の雑菌が直接ここにつかないようにしています。それで女性の皆さんすいません、2つ目です。私ねこういうものも入れてるんです。これパンストなんですけど、
なんでこれ入れてるかっていうと、実はこういうねネット包帯の代わりに使えるんじゃないかなと思って買って入れているんです。でもね実際ね腕はいいんですけど、頭を怪我した時にこのウエスト部分ね、ここがねネット包帯に使えるんじゃないかなって買ったんですけど、実際にかぶってみるとすごい締め付けが強くて、なんか血管がこうズッキン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 して、とてもかぶっていられるものではないということが分かって、そういう使い方はできなかったんですけど、まあこう伸びてね、しかもものすごく丈夫ですよね。ですので、何か結束したりね、何かの役に立つんじゃないかなと思って、そのまま、入れっぱなしにしています。これも同様に、シャンプーハットね、シャンプーハットなんですけど、これも何かの役に立つんじゃないかなと思って、入れています。これはね、もともと私カメラの、雨対策として入れていたんですけども、なぜか今は救急バッグに入ってます。そして、これはねパンの、袋です。別にこのブランドのこのパンの袋がいいっていうわけじゃないんですけど、パンの袋ってね匂いが漏れにくいんですよ。だからすごい匂いを発するものを入れても漏れにくいですので、なんか便利だなと思って入れています。怪我の処置の後に使ったね、ガーゼとかゴミ袋代わりに使ってもいいんじゃないかなと思って入れています。それとここにあります、メモ帳ですね。これは水に濡れても書ける、メモ帳です。これホームセンターとか、100均でも多分あると思いますけど、雨の中でも書くことができます。雨の中で書くには、鉛筆が一番いいですので、鉛筆とメモ帳ね、なんか処置に関するメモとかね、書く必要があるかもしれませんので、濡れても書けるものを入れています。キャップ付きです。それから鏡ですね。鏡は自分では見るところのできない処置のために入れています。例えば顔ですねとか、こういうなんか後ろの方とかね。あと私コンタクトレンズを使用しますので、そのせいもあって役立ちます。緊急時にはね、これを光を反射させて自分の位置を知らせたりすることにも活躍するんじゃないかなと思っています。それからこれはね、ルミカライトですね。これポキッと折ると化学反応で光を発生して8時間ぐらい、発光し続けると思います。これも雨に濡れても水の中に入れても全く影響を受けません。夜間とかでね救助を待つ時にこれを、吊るしたり、置いておくことによってね、救助隊から発見してもらいやすくなるんじゃないかなと思って、入れています。でこれはねブドウ糖ですね。ブドウ糖、これもどこでも売っています。ブドウ糖はね食べるために入れてるんですけど、冬場の、ね、低体温予防といいますか、もうね低体温のような感じになってくると、もう何か食べてね体の中からエネルギーを作っていかないとなかなか体が温まりませんので、ブドウ糖、即効性のあるブドウ糖を入れています。ブドウ糖はねアレルギーがないということで誰にあげても安全ですので、ブドウ糖を入れています。はい、ということでね、簡単でしたけど救急バッグの中身、紹介してみました。どうでしたでしょうか。もしね、こんなものが、便利だよとか、こんなものを入れてるよとかいうようなことがありましたらね、コメントから、どんどんお知らせくださると
とっても嬉しいです。参考にさせていただきたいと思っています。今日ね、紹介しましたこの、救急用品ですけども、これもね、何か皆さんのこの今後のヒントですとか、参考になれば、とっても嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。